想像の数倍バカ低音機だった。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ブロンから新しく送り込まれた試脚、ブロン XZ ジョジョだ。日本でジョジョと聞くと、例の奇妙な冒険を思い出すんだけど、それとは特に関係ない。ブロンは最近積極的にレビュアーコラボレーションを実施していて、Z300 はオウムでたっぷりとした低音を持つ、好きな人にはたまらないイヤホンとして仕上がっていたな。このチャンネルでは、ブロンがイヤホンに参入した、最初の機種、BL3 からほぼ全ての機種をレビューできているんだけど、今回の外装は、見た目では見覚えのある人も多いと思う。このイヤホン、ブロンが初期に発売した、BL5 と同様のシェルを使っているんだよな。BL5 は、とにかく高音域をバッキバキに出力することを目的に作られたとしか思えない、ブロンの中でも最強の高音感触イヤホンだ。今回のモデルは、その血脈を継いでいるのかと思うんだけど、実は継いでいない。というのも、BL5 はカーボン系の振動板を採用していて、明らかに残響なんかを削りに来た構成だったのに対して、今回テストしたジョジョは、振動板が異なるんだ。ジョジョは、近年のブロンが多く採用している、複合樹脂振動板、中華イヤホンのみならず、ダイナミックドライバーを採用したイヤホン全般で見かけられる仕様の振動板だな。そのため、ジョジョは、BL5 とは異なったキャラクターになっている。まずは細部から見ていこうか。BL5 ベースのボディは、金属製イヤホンと言われて想像しがちなアルミ合金より重い素材が使われていて、余計な残響をカットできる重量がある一方、装着時には一定の存在感がある。もちろん、イヤホンの中でも特に重い、愛好 OH10 のような重さはないものの、イヤホンはとにかく軽い方がいい人は注意が必要だ。ブロンはこのような亜鉛合金系のハウジングを用いることが多くて、重量のある金属製外装がその特徴の一つとなっている。今回は付属ケーブルが豪華、というか、Z300 といい、近年のブロンは、リケーブルしなくてもいっか、と思わせてくれるような品質のケーブルを付属させることが多い、ボディカラーと統一された、太めの銀メッキ線は、十分にこのイヤホンの特徴を引き出せるものになっているぞ。ただ、注意しないといけないのが、このイヤホン、装着部が独自規格となっている、いわゆる TFZ タイプと呼ばれる端子がベースになっているものの、通常の TFZ にピンケーブルを組み合わせると、根元まで隠れないんだよな。いい加減諦めて、通常か中華のにピンにしてくれないですかね。付属のイヤーピースは、それなり、という印象。初期は勝手に耳から出てくる恐怖のイヤピが付属してたので、それに比べれば随分改善したか、1ランク上の装着感が欲しければ、買い替えをおすすめするぞ。遮音性は良いが、イヤーピースが薄いので、初期状態では平均か平均の下くらいだな。ハウジングが重たいので、適切なイヤーピースと組み合わせてあげれば、適切な遮音性を得られるはずだ。一方で、遮音性が高いウレタンフォーム型はあんまりおすすめしない。どうしておすすめしないかというと、このイヤホン、デタラメに低音が強いからだよ。最近の KZ や TRN みたいに、他の部分もしっかり持ったバランスになっているのかと思えば、このイヤホン、完全に低音域側の一党独裁体制だわ。落ち着こう。ブロンのイヤホンって割とこんな感じのものが多い。ジョジョの立ち位置を再確認しよう。ブロン XZ ジョジョを耳につけて、一番最初に感じるのは、デタラメなパワーバランスだ。このイヤホン以前にも、ブロンには強烈なバランスのイヤホンが数多く存在するんだけど、最近だと、Z300 は低音が強く、包み込むような印象だった。ジョジョは引き殺してくる。また、初期モデルでも、振動板を樹脂系メインに変えてきた頃から、暖かい低音域と、全体に暖かい雰囲気でスローな雰囲気があった。ジョジョは高音をやけくそ気味にバチバチに鳴らしてくる。高音と低音のバランスがうまく成立したイヤホンもあった。ブロンの BL シリーズ最終作、BL7 なんかは、ウォームながら、高音域にはしっかりとハキハキなる要素もあって、不思議なバランスの取れた、今でもお気に入りのイヤホンだ。ジョジョは問答無用でぶん殴ってくる。異常に右腕だけ肥大した塩招きみたいなゴリラみたいだ。このイヤホン、低音が強い、負けないくらい、高音域もキビキビなる。でも低音はやり放題。でも高音も聞こえる。低音と高音が、低音優位で主導権争いをしてるような状態。この状態で、どこが犠牲になるか、サトシー2000年くらいからイヤホンに触ってる人は、きっとわかるだろう。そう、高音と低音以外の間に挟まってる音域だ。ジョジョは低音がめちゃくちゃ強烈なものの、あまりブーミー感がない、中低音域あたりが少し沈んでいるような印象で、ベースとサブベースだけが大暴れしてる状態。このため、曲によっては大きくバランスが崩れるものの、とにかく低音は暴れている。低音は暴れている。
おそらく今、このチャンネルには、両手で頭を抱えている人か、ガッツポーズをしている人がいるはずだ。バランスも何もあったもんじゃないけど、やたらめったら面白い。低音が強烈なイヤホンというと、最低でも、全体をウォーム傾向に引きずり込むようなパターンや、高音だけが盛り上がるパターンが多いんだけど、ジョジョは中低音域あたりの厚みや主張を犠牲に、ブーミー感を取り除きつつ、奇妙なバランスを成立させている。とにかく鼓膜をノックしてくるベース帯に対し、正直、中音域なんかの主張はあんまりない、開放型のイヤホンつけながら、首にサブウーファーを巻いたような、奇妙なイヤホンだ。ベースはとにかく強烈で、全体を塗りつぶそうとしてくるんだけど、妙に中低音域が持ち上がらないので、他の音域と接続されず、他の音をマスクしきらない、という変なバランスになっている。ジョジョは、ブロン系のイヤホンの中でも、特に奇妙なバランスのイヤホンだ。音色を分解してみよう。鋭い高音域、ただし、割れるような音や、深い音は出ないようにある程度抑制されているように思える。ただ、高音のノイズなんかは敏感に拾う印象もあるな。中音域、ここは、なんというか、諦めた方が良い。ブレたり霞んだりはしていないものの、単純に低音くんがシャシャリ出てきて、聞こうと思わないと印象に残らない。魅力的な要素は低音に集まっている。というか、この低音になんとか傷跡を残そうとするような中音域といった感じ。ボーカルなんかは低音域側にどうあがいても若干引きずられているし、サビの女性ボーカルの声量の主張も全部低音の破裂音に持っていかれる。学生バンドの横に半径ゴムの和太鼓持ってきたような印象だ。高音域が立つように調整されているので、ある程度空間を感じることもあるんだけど、低音が鳴り出した瞬間に密室に監禁される。低音がめちゃくちゃ近いので、他の空間は基本的にうやむやになる感じだな。誰だこれの企画通したやつ、ありがとう。低価格機はやっぱこういう出会いがあってなんぼよ。と、こんな感じで、割とデタラメな生態系の上にジョジョのサウンドは成り立っている。最近は2ダイナミックドライバーや 12mm といった、強烈な低音域を持つイヤホンが多く登場しているんだけど、ジョジョの回答はもっとノー筋だった。距離を詰めて延々と立てなくなるまでレバーを殴ってくるタイプの低音だ。一方で、それ以外で犠牲になっているものが多すぎる。正統派の低音イヤホンというには、色々捨てたものがある。が、世の中狂気の沙汰ほどなんとやら、アホなイヤホンほど愛着が湧くものだ。他のイヤホンと比較してみようか。ちらっと先に比較した、ジョジョと同じブランド、ブロンのものから。ブロン系のイヤホンは、基本的に温かいサウンドのものが多いんだけど、ジョジョは低音モデルでありながら、高音側がやたらめったらキビキビなるサウンドだ。このイヤホンに近いのは、強いて言うなら BL7。ただし、これを BL7 が好きな人におすすめしたら、家まで押しかけてぶん殴られる自信がある。高音域側は Z200、低音域側は、ブロンの中でもダントツで強烈なので、比較できるものがない。中音域？忘れろ。現在主流の低価格モデルもいくつか引っ張り出してみようか。このチャンネルのサブベース入門機としておすすめの、KZZSN Pro X、ZSN Pro X ですら、JOJO を聞いた後には、最高に考えられているバランスだなぁ、と錯覚できる。少なくとも、ZSN Pro X は中音域を弾圧していないし、高音域が常に無気味の闘身を晒していない。ZNA とジョジョのサウンドは、かなり印象が異なる。ZNA は、まず120の低音パワーを用意して、それをうまく適量に出すことで、余裕があり、スケール感のある低音を実現している。ジョジョは最初から200の低音を全部食わせようとしてくる。密閉感が高く、逃げ場のない低音だ。このチャンネルがおすすめしている、1万円クラスに機種と比較しようか。7Hz レガトも 12mm のパワーをそのまま突っ込んでくる感じなんだけど、ジョジョはさらに低音以外を捨てた感じ。それでもレガトは正気だったということを確認させてくれる。強いて言うなら、低音のインパクト感では、一番キウィアーズクオーテットのものが近いんだけど、ジョジョの方がデタラメに距離が近い。このレビュー中で何回デタラメという表現を使っただろうか。間違いない。このイヤホン、デタラメだ。ただし、2023年までやってきたブロンのノウハウの上で踊らされているデタラメなので、聞き苦しい破綻は起きず、ただただめちゃくちゃに低音が暴れてるんだよな。なお、競技用レギュレーションを守っていても、人は怪我をするときは怪我をするわけなんだけど。というわけで、マジでポットでの狂気、低音番長とかではなくもう低音の化身、異様の低音だけ発達したゴリラ、近づいてきて腹パンしてくる暑苦しいイヤホン、それでいて高音もバッキバキに暴れるイヤホン。欲しくなった人はこじらせまくってるな。でも、面白い、故におすすめだ。ここまで割り切ったバランスのイヤホンは久しぶりだったので、初めて耳に突っ込んで、初期のドラムンベースを聞いた時、出てきた第一声がバカかよ、だった。バカだと思う。それゆえに最高に面白い。
普通の曲を聴こうとして購入してはいけないイヤホンなんだけど、きっと、他のイヤホンでは感じられない、不条理な暴力感を感じることができるだろう。プロは使ってはいけない。と、こんなところだな。マジで低音のためだけに作られたイヤホンなんだけど、雑にグーミーにしておらず、低音を成立させるための奇妙なバランスを持ったイヤホンだ。みんな買って、とは口が裂けても言わないが、なんというか、1グループで1個持っておくと、ブロンの行く末が全くわからなくなって面白いのでおすすめだぞ。といったところで今回はここまで。